目のカードアーチブメント、成果主義、ご成果主義ということだけれども、大アルカナのハーミット、だんだん人生の大義本質に気づく。最後フールですね。ひょっとすればね、名のカードをお選びになったあなたは燃え尽き症候群のような、状態になってるっていうのが出てるよね。もうとにかくがむしゃらに突っ走って頑張ってもうとにかく結果成果を上げることに注力してきたよっていうのだけれども、段階を経て、努力は報われて物質的な価値を得るんだけれども、だんだんその向こう側にあるね、人生の価値、自分のなんでこの世に誕生したんだっていうような、進化を問うようになってきてるよっていうのがあるよね。で最終的にフールが来て初めに戻っちゃってんだよね。ちょっとやっぱり、結果を急ぐあまりに許容範囲であろうけれども、ちょっとずる賢いこととか、戦略的なことに走りすぎたっていうのも出てる。でだけれども本当の価値っていうものを見失ってしまって、やっぱり今新たな、出発点に来てるっていうのが出てるよね。守護霊様からのメッセージね、やっぱりカルマを解き放て、でやっぱあなたが生まれ持って持った、資質、優しさとか人間的な部分を、信じなさい、解放しなさいっていうメッセージすごく降りてきますね。名のカードねお選びになったあなたはね、前世ではね非常にやり手で、ご自身の望みを叶えていったと。ただかといって満足してたわけではないんだろうね。得るべきものは得たけれども、何かが違うというような虚無感みたいなものに常に駆られていたよっていうねメッセージが飛んでくるね。で今世においてもやっぱり同じような流れを組んでしまっているよっていうメッセージだけど、そうじゃないでしょって。シンプルでいいから自分にとってね本当に身近にいる、見落としているような身近にいる方を愛しなさいっていうメッセージだね。物質的な成功っていうのは、これミスフォーチュンで燃えてしまってるんだけど、もういいんだよっていうのが出てる。必要最低限のもので本当に身近にいる大切な人との暮らしを大切にしなさい、大事にしなさいっていうのが伝わってくるね。こちらもうだから人にひけらかすような自己顕示欲とか、そういうものにやっぱ執着しちゃいけない。そういうものに執着すると、足すくわれるよっていうのが出てる。ともすれば前世でも何か足引っ張られてね大きな頓挫を経験してるかもしれないよね。同じことを繰り返すなっていうメッセージが来てるから、今からでも遅くないので自分にとって本当に大切なもの、必要とするものと向かい合いなさいっていうメッセージが来てるね。自分の人生に自分の足、素足で降り立つことで
今の身の丈っていうものが測れますよ。で身の丈が初めて測れてね、初めて本当に自分に必要なものが見えてくる。世の中っていうものが正しく測れる、価値というものが正しく測れるよと。自分の人生に自分の足でね降り立って初めて本当に自分にとって必要な人っていうのが現れるから、その人と落ち合いなさいっていうのが来てますね。魂年齢の高い方と見受けられますね。何世にもわたって苦労されてきてる方で、今世においても早い段階で人生の大きな経験というもの、をしているよというのが出てますね。魂年齢が高いだけに対処の仕方非常に分かってて、自分自身の心身の持ってきようみたいなものかな、ちゃんと英気を養ってまたご自身をね奮い立たして、そしてより良い門出に自分自身をもう一回こうセットアップすることができるっていうのが出てるよね。ブレッシング、祝福、ひょっとすればもうご自身のために生きるというよりは人のために積極的にね、人のために生きなさいという今世のメッセージ、と感じます。これは守護霊様ね、ご先祖様、のからのメッセージとしては、今あなたが得ているセクシャリティの満足、性的な満足に関して少し苦言を呈してらっしゃるかもしれないね。それはあなた本当の愛なのっていうメッセージが飛んできてます。魂年齢の高さから来る余裕から、一個人としての色恋、惚れた晴れたをちょっと余裕かましてるんじゃないのっていうメッセージが来てるね。ソウルメイトとかツインレイとか今世において出会えるんだよというメッセージかもしれないし、今のままだと本当にあなたに激烈なね愛のショックを与えるような存在をあなた見逃してるんだよっていうメッセージも見えるよね。です。サービスシーフか。フォーチュン。
やはり我を殺して人のために役に立ちなさいかな。サービス、そしてサーバンとか。やっぱりね、人のために生きることがあなたにとっての今世における使命であり幸せだよっていうのが出てるよね。もしね、色恋が今非常に潤っているなら、潤いすぎているならば、少し控えた方がいいかもしれないよね。そうだな。人のさ、小賢しさとかさ、人の悪い部分っていうのを、あなたは見逃すだけの寛大さがあるでしょうっていうメッセージが来るよね。その寛大さの延長線上であなた自身も、嘘の愛とまでは言えないけれども、少し、色恋に溺れ気味かもしれないね。そこはちょっと正しなさいというメッセージが来てます。何世にもわたってね、あなたはね、人の助けを得ることができたし、また逆に助けたこともあるよっていうのがね、伝わってきます。とてもね、魂年齢が高い方です。今世においてはギブアンドテイクというようなレベルを超えてね、本当に人のために生きることができる、できるよっていうのが伝わってくるね。その意識に到達すると、とてつもない幸福感を得ることができるというのが出ています。強いし冷静さがあるのかな。徳川家康のような方からいやー、だけど強いね、マジで。うおっと、ワールドすごい。タイのカードをお選びになりました方、これ繁栄とか映画とかかな。なんか前世からそのままなんか引き継いで繁栄を継続するようなエネルギーをすごく感じるよね。ひょっとすればこう時間的な世代というよりは、この現世における肉体由来のいわゆる血統上の世代のつながりをすごく感じるかな。ともすればお家柄が良いうちで生まれた時からその家系を継がなきゃいけないとかね、親のその意向を汲み取って生きていかなきゃいけない、自分のためだけに生きられなかったかもしれないね。妙にだから冷めた部分も持ってらっしゃるんだよね。映画は映画なんだけれども、十分に満喫してその恩恵を享受してるんだけれども、ただ妙に冷めた部分があるよっていうのが見えてますね。
シークレット、心の闇といったようなエネジーをすごく感じますよね。囚われてる。それを法律とかね、高潔さでコントロールはできてるねということかな。守護霊様からのメッセージとしては、あなたがもうあなた自身が分かってると思うんだよね。あなたの使命っていう今世におけるやらなきゃいけないこと、目に見えて、今表立って自分自身が、やらなきゃいけないと感じていることに関して、そのことに関するネガティブな部分っていうのをしっかり律しなさいっていうメッセージが来てるね。今世においても継続するんだと、しなさいと。一族のパワーみたいなものをすごく感じますね。ですか。サービス。これは男やもめかね。ちょっとだけどタイの方が少し気の毒に思えてくるんだけれども、やっぱりね、何かやっぱり一族とかさ、血族とかそういう縛りをすごく感じますよね。このカードそのまま読み解けば、父方の何か無念、すごく強い積年の思いみたいなものが感じられるかな。あなたの個人的な思惑で生きられる人生ではないんだ、今世ではないんだよっていう力をすごく感じます。ご先祖様のパワーがすごく強くて、残念ながらやっぱりちょっと陰性な部分が強いかもしれないよね。それがひょんな定時のエネジーを引き寄せて、いろんな小言揉め事を運んでくるよというのもね、見えてますね。こっちシーフ出てますけれども、盗賊、盗人だね。タイのカードを選んだ方は、肉体由来物質的な、流れかな。世代を超えた流れ、血の流れというのを非常によく感じます。で、あなたもそのバトンをね、未来へつなぐ一つの、媒体って言い方あれだけど、その役割をしなさいよっていうのが、あなた個人的な感情を押しつぶしてもそれをやりなさいっていう力がすごく、伝わってきますね。繁栄の約束というよりは、強制というような切なさを感じます。